今日はですね、ついに財務省が動いたということで、財務省のですね、財政制度等審議会、財務大臣の諮問機関である、ところがですね、ついに、後期高齢者のですね、医療費の窓口負担原則3割にしましょうという、そういった提言がなされたということで大ニュースになっております。現状ですね、70歳未満が3割負担。我々と同じですね。で、70歳から74歳が2割負担。そして75歳以上は1割負担という形になっておりまして、医療費が例えば10万円かかったとしたら、75歳以上の方は1万円、70歳から74歳の方は2万円、我々は3万円かかっているということで、実際のところ今段階の世代がですね、まさに後期高齢者、75歳以上の後期高齢者になっているということで、そちらの負担が今大変なことになっているということで、財政的にもなかなかこれは政治的に決着をつけて、75歳以上がですね、3割負担原則、今ね、本当に一部の年収の基準とかなんかいろいろあって、そういうので2割から3割負担になっている方もいますけれども、原則3割負担にするという大きなレコメンド提言が出されたということで、これでですね、窓口3割負担に向けて大きく前進するんではないかなというふうに思っております。これにはですね、今、逼迫する社会保障費負担ですね、予算規模を膨れ上がらせているのはそこの部分が非常に大きいところではありますけれども、それに加えてですね、予防へのインセンティブですね。できるだけ病気にならないように健康で長生きするというインセンティブも加わるということで、さらに言うとですね、こういった予防医療に対する、補助なのかですね、優遇なのか、こういったものも入れていけるとですね、さらに予防医療に拍車がかかっていくのかなと、そういうふうに思いました。今回の件でまず、多分苦しくなるのはですね、本当に薬をただ出すだけ、処方箋出すだけみたいな、本当に軽い病気か病気なのか分かんない、なんなら話し相手になってるとかですね、そういったところとか、あるいはですね、あんまマッサージとか柔道整復師、整体とかですね、こういったところも保険適用になってたりとかするので、こういったところ経営体力が弱くてですね、病気なのか病気じゃないのか分かんないみたいなところを主に扱ってるようなクリニックだったりとか、そういったところはですね、整骨院だったりとかですね、瞬く間に潰れていくんではないかなというふうに思っております。でもそういったところがこれに関してですね、太刀打ちできるわけもないと思いますので、実際のところ、そういった人たちが廃業していく、そういう流れが見えてきましたね。で、逆に自費でやってるようなところはもちろん強いですし、ちゃんとした病気というかですね、重度の病気、そういったものを見てるところは特に経営には影響はないと思いますけれども、やっぱり負担額がでかくなるということで、これからですね、多分国会等でですね、攻防が繰り広げられる大きな論点になるとは思いますけれども、高市早苗首相はですね、どちらかというと多分この高齢者3割負担を推進したい側ではないかなというふうに思いますので、党内の反対勢力、抵抗勢力をですね、撃破してぜひ窓口3割負担で、後期高齢者になっても負担するということをですね、実現してほしいなと、そういうふうに思いましたということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。いってらっしゃい。